今回の動画では新たに実装されたオペレーターカミーユの性能や運用方法、おすすめの武器や防具、編成などを紹介・解説していきます。まずは通常攻撃から。カミーユの通常攻撃は最大5段の灼熱ダメージを与えるというもので、重攻撃発生までの時間は 3.10 秒と平均的な部類必殺技中のレーバテインの攻撃間隔と全く同じです。重攻撃で与えるブレイク値もレーバテインと同じ18なのでヒット数は異なりますが、基本的にはレーバテインと変わりありません。落下攻撃のモーションも IB エナとほぼ同じものなので、通常攻撃は特に特徴はないと言っていいでしょう。戦技は一定範囲内にいる敵に灼熱ダメージを与えて燃える血の翼を付与。燃える血の翼が付与されている敵には45秒間継続する最大 7% の灼熱脆弱と弱体化効果が付与され、カミーユの連携技を受けると一定時間後に灼熱ダメージを受けます。そして燃える血の翼が付与されている敵を撃破時、燃える血の翼は周囲にいる敵1体に伝播。その敵に燃える血の翼を付与し、同時に灼熱付着と灼熱ダメージを与えます。この際に付与される燃える血の翼の継続時間は引き継がれますが、他のデバフにありがちな敵を倒すたびにデバフをかけ直す必要がなく、継戦能力が非常に高いというのが特徴的。カミーユの戦技はこの燃える血の翼を付与することに意味があるスキルなので、燃える血の翼の付与以外では戦技を発動する必要性が薄く、転じてカミーユは SP 消費が非常に少ないオペレーターであるとも言えます。ただ、維持しやすい分、付与される脆弱の数値はそこまで高いものではありません。補助オペレーターの脆弱には到底かなわないのは当然として、おまけ程度の効果とされるタンタンの戦技によるアーツ脆弱よりも数値は低いので、カミーユが付与する脆弱も基本的にはおまけ程度、あるいは今後実装されるかもしれない脆弱に誘発される連携技持ち用のオペレーターのための脆弱と考えておくといいでしょう。連携技は敵の灼熱付着が消費または吸収されると発動可能。敵に灼熱ダメージを与え SP を一定数回復するという効果。連携技自体は非常にシンプルな効果で、レーバテインを編成中に重攻撃を行うことで発生する灼熱付着の吸収か、アーツ以上による灼熱付着の消費が発生することで発動可能です。なので特にレーバテインやロッシを軸とした編成であれば、ほぼスキルサイクルごとに発動できる発動難度の低い連携技となっています。そして連携技の効果自体はシンプルなものの、カミーユの素質は2つとも事実上の連携技の追加効果。素質1は燃える血の翼を付与している敵に連携技が命中すると自身の HP が回復してリンクを獲得。さらに戦技が必殺技によって強化状態である追求なのであれば、燃える血の翼が付与されていなくても素質1が発動します。そして素質にはスキルによって HP が回復したのであれば最大5回まで効果が重複する灼熱ダメージ上昇効果を獲得。さらに味方もこの効果の 25% の効果を獲得することになります。なのでカミーユは連携技で SP 回復、自身の HP 回復、灼熱ダメージバフ、リンクを獲得し、戦技で灼熱付着、弱体化、灼熱脆弱を相手に付与するという連携技で味方にバフを、戦技で敵にデバフを付与する多彩なサポート性能を有しています。すべてのバフ、デバフを発動させる方法は非常に簡単で、レーバテインであればカミーユの戦技で灼熱付着とデバフを敵に付与、重攻撃でレーバテインの灼熱付着の吸収を発動、最後にカミーユの連携技を発動させるのみ。相方がロッシだった場合はロッシの連携技が重攻撃の代わりとなるので、ここにさらにクラッシュの付与などが加わることになりますが、大まかな流れ自体は変わりません。なのでカミーユのバフ、デバフを全て使用するのであれば戦技発動からの連携技が基本となります。いずれにせよカミーユ自身がフィニッシャーとして機能するのではなく、様々なバフ、デバフを発動させて大火力を出力するための下地作りをするのがカミーユの役割です。必殺技は目標に灼熱ダメージと灼熱付着を与え、一定時間戦技が強化連携技になるという効果。必殺技のメインとなるのが戦技が強化連携技として扱われるという点。必殺技を発動してから15秒間は戦技は強化連携技となるため、連携技のクールダウン中でも無条件で連携技を使用することが可能。そのため必殺技は必殺技と連携技の2段階スキルとして機能することになります。なので必殺技の実際の追加効果自体は上記の通り、必殺技は必殺技自体が本体というよりも強化連携技が本体と言えるような性能で、必殺技はあくまでも強化連携技を発動するためのトリガースキルとなっています。その上で注目すべき点はやはり SP 回復量でしょう。必殺技と強化連携技を使用することで合計で SP は80回復、さらに戦技は強化連携技となっているので SP 消費は一切発生しません。そのため SP0 でダメージ、バフを出力しながら SP も回復できるという必殺技発動後はより強力なバッファーとして機能してくれることになります。
カミーユのモチーフ武器であるカーマインベールは必殺チャージの回復効率上昇、自身のスキルで SP を回復時チーム全員の攻撃力上昇、さらに自身のスキルで灼熱付着が発生したのであればチーム全員の灼熱ダメージが上昇するという効果、槍版テルミットカッターとも言えるような性能を有しており、カミーユが使用することで頻繁にチーム全員の攻撃力と灼熱ダメージを強化することができます。モチーフ武器の代替武器となるのは灯火の使命 JET 正義感号の3つ。ただモチーフ武器の直接的な代替武器となるのは灯火の使命と正義感号の2つのみで、 JET はカミーユを補助役として運用するのではなくアタッカーとして運用する時のみ有効なので、一般的な補助役として運用する場合灯火の使命も有していないのであれば正義感号を装備させましょう。なお灯火の使命は貫突させた状態だと無凸のモチーフ武器の必殺チャージ効率を上回ることになります。ダメージ出力自体は他の強薬武器と同じく無凸のモチーフ武器の 95% 程度で収まりますが、モチーフ武器の凸を行わずに必殺チャージに性能を特化させるのであれば灯火の使命を装備させるのも一向の余地があるでしょう。いずれにせよカミーユは補助役である以上味方の火力出力に性能が強く左右されるので、今後次第ではモチーフ武器の性能がより伸びていくということもあり得るため、モチーフ武器の方に大きな優位性があるということに変わりありません。カミーユの装備に関しては1つ目はパイオニア装備をベースとした装備セット、銅をパイオニア防護服にすれば必殺チャージ効率を優先した性能となり、パイオニア防具3にすればステータスを優先し素質による HP 回復量が上昇します。精密加工についてはいずれも必殺チャージを優先、それ以外の項目についてはお好みといったところ、正直必殺チャージ以外の項目を強化してもチーム全体の火力はそこまで向上はしません。加工強化剤のストックが少ないのであれば温存するのも一つの手でしょう。2つ目はルテンをベースとした必殺チャージとセット効果に特化した装備、主にロシアミフトの混合ダメージ編成で使用します。装備の性能項目からも分かる通りステータス面はめちゃくちゃではありますが、必殺チャージの回転速度は最速レベル、さらに燃える血の翼のおかげで常時ダメージアップ効果が発動することになります。なのでこの装備に関しては完全に味方にバフを付与することに特化した性能、かなりピーキーな組み合わせです。続いて連携技の火力に特化した防具セット、カミーユの連携技は通常発動時で 300%、 さらに強化連携技で 500% とかなり高いということ。連携技を中心とした性能ということからこちらの装備セットを作成、先ほど紹介した JET と組み合わせることで主に火力役として機能させることができます。もしかすると今後実装されることになる2人編成イベントではこちらの装備セットを使用することになるかもしれません。またはレーバテインなどの明確な火力役が手持ちにいない時の代替案として採用するのもいいでしょう。まずはオーソドックスともいえる灼熱編成から。メインアタッカーはレーバテインが担当し他の3人がサポート役に徹する典型的な1アタッカー3サポート編成。カミーユはこれまで明けくりが担当していた部分を担う形です。アルデリアの装備に関しては火力出力を強化するのであればルテンをベースにした装備セットを、 HP 回復を強化するのであれば生物補助セットを使用することになります。流れとしてはまずはカミーユとウルフガードの戦技で灼熱付着を敵に付与、その後灼熱付着が発生したことによってウルフガードの連携技が発動、続いて重攻撃によるレーバテインの吸収によってカミーユとアルデリアの連携技が誘発され、アルデリアの連携技によってレーバテインの連携技も発動し灼熱付着が一気に4まで溜まるのでレーバテインの戦技を使用するというのが基本の流れ。そして2サイクル目はカミーユの必殺技を使用して SP をブーストしながら灼熱付着を付与、カミーユの強化連携技とウルフガードの戦技連携技を放って灼熱付着をさらに付与し、アルデリアの連携技を誘発させてからのレーバテインの連携技と強化戦技を放つ流れです。3サイクル目はカミーユの必殺技チャージが溜まっていないので再び1サイクル目の必殺技なしを繰り返し、4サイクル目で再び必殺技込みのチャートを繰り返します。なので根本的な部分自体は明けくりを編成していた時と大きな違いはありません。アルデリアの枠はアンタルでも代用可能、またはウルフガードの枠にアルデリアを編成して補助を2人入れても良いでしょう。その場合はどちらもルテンだと効果が被ってしまうのでアルデリアは生物補助セットにすると良さげです。続いてロッシをメインとしたアーツ混成編成、こちらも先ほどのレーバテインと同じくロッシをメイン火力に据えた1アタッカー3サポート編成で、これまで明けくりが担っていた部分をカミーユが担当することになります。こちらの編成の特徴は戦技の使用回数が少なく SP 管理が非常に緩いという点。使用する戦技はカミーユとロッシのみで、あとは連携技のみでつなげていくので SP が枯渇するということはほとんどありません。
基本的には重攻撃が発動した後は流れるように連携技を使用するだけなので、コンボ自体もかなり簡単なものとなっています。必殺技を用いる場合は通常のコンボチャートに組み込む形ではなく、通常のコンボチャートが終わった後に必殺技チャートに切り替える形。これによりロッシの染まる爪痕による灼熱ダメージバフを受けた状態で必殺技を使用することができます。必殺技チャートではまずは弔いの死の効果を発動させるためにペリカの必殺技を使用、続けてカミーユの必殺技を使用して強化連携技によるリンクを付与、次に付与されたリンクをロッシの必殺技で使用したいので先にロッシの必殺技を使用してからギルベルタの必殺技を使用してフィニッシュとなります。ただここまで来ると各オペレーターの連携技が上がる上に SP ゲージも大量に余るので通常のチャートにそのまま切り替えることも可能です。物理と灼熱の混成にすることでミフとロッシをアタッカーに据えたにアタッカー編成も可能。ただチェンもフーヤオを装備することで敵クラッシュ中であれば火力を出力できるので実質的には3アタッカー編成と言ってもいいでしょう。通常のコンボチャート自体は非常にシンプルで、カミーユとチェンの戦技で灼熱付着とクラッシュを付与してチェンとロッシの連携技を誘発させてクラッシュを一気に4まで貯めます。ただここで即座にミフとカミーユの連携技を発動するのではなく、可能であれば SP の回復を待ってロッシの戦技を発動させて染まる爪痕を付与、各種バフを獲得してからミフのスキル2段目3段目を使用することでよりダメージを伸ばすことができます。なおこの編成では一連のコンボ終了後のクールタイムがかなり長いのでどちらかというと一撃必殺型な組み合わせ。ただしコンボ終了後にカミーユの必殺技を使用することで灼熱付着を付与した上で SP が1ゲージ溜まった状態となるので、チェンの戦技を使用すれば再びロッシの連携技が上がりミフとカミーユの連携技からのミフ戦技につながります。必殺技を使用するのであればメインアタッカーはロッシに一時的に交代、カミーユの強化連携技で獲得したリンクがロッシの必殺技以外で消費されないようにロッシの必殺技を使用するまでミフの戦技は使用しないように注意。ロッシの必殺技使用後はミフの戦技を使用して一気に畳みかけ、合わせてチェンの必殺技も使用しておきます。この一連のコンボで100万ダメージ以上を繰り出せるのでほとんどの敵はこのコンボを決めれば殲滅しきれるでしょう。レアリティを完全に無視するのであればチェン戦友の枠にギルベルタを編成することも可能。全て星6のハイレアリティ編成でも圧倒的な火力が実現できます。通常コンボの流れ自体は先ほどのチェン戦友を編成した時とほぼ同じですが、自力でクラッシュを付与することができるオペレーターが今回はミフしかいないので、ミフとカミーユでロッシの連携技を誘発させてミフの戦技につなげることになります。つまり通常コンボ中は一切ギルベルタを動かすことはなく連携技も誘発しません。事実上の3人編成として機能させることになります。ミフの戦技使用後はカミーユの必殺技で SP ブーストと灼熱付着を行って2サイクル目をショートカット、再びミフの戦技を連打してクラッシュを付与してロッシの連携技を誘発させカミーユとミフの連携技につなげます。通常コンボはこれの繰り返しです。必殺技を使用する際は初動は同じもののロッシの戦技を使用した後はギルベルタの必殺技を使用して敵に脆弱を付与、ギルベルタの脆弱が継続している間にミフとカミーユの連携技を済ませリンクを獲得した後にロッシの必殺技を放って1回目のバーストを実施、裏でもミフの戦技で2回目のバーストを放ちロッシの必殺技終了後にギルベルタの連携技とミフの必殺技でクラッシュを獲得、カミーユの戦技を用いて灼熱付着を付与してロッシでさらにクラッシュを獲得、最後はミフとカミーユの連携技を発動してミフの戦技1段階目をスキップしてリンクを獲得、ミフの戦技2段階目と3段階目を発動して3回目のバーストを行うという流れになります。なおここでもカミーユの必殺技が溜まっているのであれば通常コンボを挟んで4回目のバーストを行うことも可能。まあここまで叩き込んで生き残っている敵がいるのかという話ではありますが、耐久面を強化したいのであればエンバーを編成するのもいいでしょう。単純に耐久面だけを強化するのであれば回復性能とエンバーの HP が大幅に上昇する装備1を、耐久性能一辺倒ではなくブレイク性能も上げたいのであれば装備2がおすすめです。スキル特化に関しては必殺技と連携技を優先。必殺技は特化3にすることで連携技は特化1以上にすることで SP 回復量が最大となる40になるので、まずはこの2つの特化を進めていくといいでしょう。連携技を特化3にするかどうかはクールダウン1秒短縮に価値を見出せるかどうかといったところ、戦技の方も灼熱脆弱プラス 1% に価値を見出せるのであれば特化3が目安となりますが、伸びがかなり微妙なので価値を見出せないのであれば特化なしでも構いません。通常攻撃に関してはカミーユを主操作キャラとして使わないというより、特に物理や灼熱は主操作キャラが詰まっている状況なので育成する必要はないでしょう。
最後に洗剤強化の内容を紹介。洗剤1は戦技による弱体化と灼熱脆弱の数値が上昇し、燃える血の翼の持続時間が延長。洗剤2は敏捷と知性が増加。洗剤3は連携技のクールダウンが短縮。連携技と追求のダメージ倍率が上昇し、SP 回復量も増加。洗剤4は必殺技の必要チャージ量が減少。洗剤5は素質の灼熱ダメージ上昇効果が強化されます。他のオペレーターと変わらず、推奨される洗剤強化の目安は1、3、5。洗剤3以外はいずれもカミーユ自身の火力が上昇するというよりも編成全体の火力底上げがメインです。以上でカミーユの紹介及び解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。